以前、何年もかけてたどり着いたフィッシュカレーという動画を出したのですが、覚えていらっしゃいますか？今回もう一度、インドカレーの師匠に作り方を聞いてみたら、どこでどうこじらしたのか、意外にもスパイスの配合はとてもシンプルでした。実際に作ってみると、本場で食べた川魚のフィッシュカリーの味を100点とすると、98点くらいまで近づいたかな、というくらい美味しくできました。今日はそんなフィッシュカレーを皆さんにもシェアしたくて動画を撮りました。よかったら最後までお楽しみいただけると嬉しいです。では、早速作っていきます。まずは魚の下準備から。今回使うのは、視聴者さんに教えていただいた白身魚のパンガシウス。実はこれが自己評価98点の味に近づいた大きなポイントかもしれません。教えてくださった視聴者さん、本当にありがとうございます。この場をお借りしてお礼を言わせてください。パンガシウスの味の感想ですが、カレーを邪魔するほどの癖はなく、旨味はしっかりあり、ほぼインドで食べた川魚の味に近い気がしました。しかも骨なしなので、とても食べやすくてありがたかったです。臭みの元になる余分な水分をキッチンペーパーで拭き取ります。その後、臭み取りのために塩とターメリックパウダーを振りかけ、身にすり込むようになじませます。ターメリックパウダーは小さじ4分の1ほど。あまり多すぎない方が良いですよ。冷凍のもので、まだ解凍しきってなかったので、このまま置いて後ほど食べやすい大きさにカットしようと思います。これで魚の下準備は終わりです。次は玉ねぎを炒めて、カレーの味の決め手になるマサラを作っていきます。油の量や玉ねぎやスパイスの炒め具合が、なんといってもインドカレーの要。ここが味を左右する大事なポイントです。油が温まったら、まずメティだけを加え、弱火で香りを引き出します。と言っても10秒から20秒ほど。まずは油にメティの甘く香ばしい香りを移すんだ、と師匠も言っていましたよ。続けて、ベイリーフ1枚、ブラックカルダモン2個、シナモン小さめ2かけ、ブラックペッパー8粒を加えて炒めます。すると、ブラックペッパーのシャープな香りとともに、メティのキャラメルのような甘い香りがふわっと立ち上がり、いつものカレーとは違う香りにワクワク感が高まります。2、30秒ほど炒めたら、みじん切りにした玉ねぎを加えます。今回のフィッシュカリーは、玉ねぎをよく炒めて、現地のようなスープ状のグレービーに仕上げたいので、中サイズの玉ねぎを1個使っています。もし、インドカレー作り初心者の方が見てくださっていたら、この玉ねぎの形に注目してみててくださいね。今はまだ、ざっくりとしたみじん切りの形ですが、しっかり炒め続けると、パウダースパイスと一体になって、まるでカレーペーストのようになっていきます。それが、スパイスから作るカレーの失敗しないコツ、そして、美味しさの秘訣です。使うコンロや鍋によって火力も違うので、何分炒めるとお伝えするより、この見た目を目安にしていただく方が失敗しないはずです。今回は師匠から教わった通り、玉ねぎを早く炒められるように、早めの段階で塩小さじ1を加えて炒めていきます。塩を先に加えると玉ねぎが少し焦げやすくなるので、火力を弱めたり、水をちょい足ししながら炒めます。とはいえ、軽い焦げは通常運転。問題ないので、あまり神経質にならなくて大丈夫ですよ。玉ねぎが透き通ってきたら、スライスした青唐辛子2本と、生姜とニンニクを同量ずつ加えます。ニンニクは日本産より粒の小さめな中国産を使っていて、今回は5個使用しています。さらに炒め続けます。ニンニクと生姜はペースト状だと鍋肌に張り付きやすいので、少し水を足すと張り付きが解消され、炒めやすくなります。当初は、炒めているのに水を足すなんて矛盾しているのではと半信半疑でしたが、インドではよくやる方法なんですよね。実際にやってみると本当に炒めやすくて、どのカレーの場合でもこのように水ちょい足しでマサラを作っていますよ。全体がしんなりとして薄く茶色に色づいてきたらトマト1個をカットして加えます。できれば今回のフィッシュカリーにはトマト缶ではなく生のトマトを使っていただくと
よりライトでフレッシュな味わいのカレーに仕上がると思います。玉ねぎもだいぶ崩れて、カットした形がわからないくらいになってきましたね。トマトも馴染むよう、このままもう少し炒めていきます。数分炒めるとこんな感じ。だいぶ全体がまとまってきました。ですが、まだまだ。水をちょい足ししながら、さらに炒め続けます。最初は玉ねぎが油を吸うのですが、炒め続けると水分が抜け、繊維が壊れて柔らかくなるのと同時に、また油分が玉ねぎから出て鍋に戻ってきます。すると木べらにもったりとまとわりつくような感触に変わってきます。目で見ても鍋に油が戻ってくるのがわかるので、これを炒め玉ねぎが仕上がったサイン、そして次のパウダースパイスを加えるタイミングの目安にしてください。この感覚がわかるようになれば、玉ねぎをどこまで炒めればいいかということでもう迷わなくなると思います。そうしたら、コリアンダーパウダー小さじ3、レッドチリパウダー小さじ4分の3を加えます。ターメリックパウダーは魚の下準備で使っているので、ここでは加えません。あれで十分です。パウダースパイスも鍋肌に張り付きやすいので、少量の水を加えて炒めます。水分が蒸発したらまた少し水を足すというのを 2,3 回繰り返します。すると、だんだんこっくりとした良い色のマサラになってきます。そうしたら、水を 400cc 加えて煮立たせます。ここでようやくメインの魚を加えます。魚から出た水分は鍋に入らないように、下処理した魚をそのまま加えます。魚の身が崩れないように優しくかき混ぜたら、蓋は開けたまま再沸騰するのを待ちます。再び沸騰したら火を少し弱め、魚の臭みを飛ばすため、蓋を開けたまま5分ほど煮込みます。パンガシウスは身が薄かったので、火の通りも早かったです。煮えたら、仕上げにガラムマサラ小さじ1/2の1と、刻んだコリアンダーリーフを適量加えます。全体を優しくかき混ぜ、1、2分ほど煮込んだら、シンプルなのに奥深い味のフィッシュカリーは完成です。रास्ते वही है पर मंजिल नई है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले, पत्थर पे जैसे गुलाबी कनेर खिले हैं। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया। से प्यार कर दिया। खामोशियों में भी बातें होती हैं, अब तो जाने में भी यादें होती हैं। आईना देखूं तो तू ही दिखता है, किस्मत का